対法をまだご存じない方々のために説明すると、渓流とは和音の一部の音を強拍でわざと2度ずらしておいて弱拍で戻す技法のことを言います。イメージとしてはサス4の和音と通常のメジャーコードをつなげたような効果と思っていただけたらいいと思います。それを一つの和音記号の中で実現しています。例えばファからミのように音を戻すことを解決と呼びます。このソフトでは渓流を設定することで一つの和音内で自動で指定のタイミングで音が解決するように演奏してくれますので、効率よく渓流を曲に組み込むことができます。このソフトでは渓流は和音の属性に含めています。属性欄の各構成音からどの音でも自由に選んで渓流にすることができます。渓流音は一般的に小2度または単2度加工して解決させることが多いのですが、上昇によって解決させることもたまにあります。このソフトではその両方に対応しました。低音を渓流にすることもできます。クラシック音楽のような美しさを求める場合、この時に平行5度を作らないように注意することをお勧めします。度数選択の右に配置されたこのボタンからその渓流音の解決位置を変更できます。解決させるタイミングを同時ではなく音ごとにずらすこともできます。一番右のコンティニュアスを選んだ場合、その渓流音は解決させないようにすることができます。あまり綺麗ではありませんが、もし欲しい和音が存在しないとき、この機能によって代替してもいいと思います。なお、その和音のすべての渓流音の解決が同時でも構わないときは、ショートカットキーが便利です。オルト足す数字キーを押すことによって、どの場所で解決させるのかを直接設定できますので、作業時間が短縮できるでしょう。渓流の予備とは、渓流音が前の和音にあらかじめ存在している場合に、その前から鳴っている音のことを言います。渓流に予備があると、より自然な和音のつながりになりますし、対旋律を考えるときにも便利です。対旋律を作るときは、予備の音と渓流音をつなげて、一つの音にしてしまうことができ、それによってメロディーとは違うリズムを作りやすくなります。このソフトでは、渓流の設定欄をよく見てもらうとわかるのですが、数字に目立つ色がつけてあることがあります。その音は前の和音にも存在している、つまり予備のある渓流にできるということを表しています。もちろん予備のない渓流も作ることはできますので、区別して使いたいときにこの色をご参考になさってください。少し渓流を使った作曲例をビフォーアフターで見てみます。これはただ和音を置いただけで、まだ渓流を入れていないものです。今から渓流を入れていきます。渓流を入れることで和声が豊かになることもありますし、メロディーの形ができてくることもよくあります。